今振り返ると、あの頃の遊びの中にはよく無事だったなと思うような少し危険なこともたくさんありました。そんな当時の子どもたちが夢中になっていた、今ではちょっと考えられない危険だった遊びを振り返ってみたいと思います。昭和30年代から50年代にかけて、児童公園や小学校の校庭で最も人気のある遊具の一つが回転ジャングルジムでした。通称グローブジャングルといい、直径2から3メートルほどの球体の鉄枠が回転軸を中心に回る構造で、子どもたちの遊び場には欠かせない存在でしたね。遊び方は数人が外側から押し、回転速度が上がったところで飛び乗るロケットスタートや、遠心力に耐えながら外側にしがみつき、誰が最後まで捕まっていられるかなど、スリルを楽しんでいました。錆びた鉄の匂いや回転時に発生するキーキーという金属音は、当時の児童公園を象徴する風景の一部でした。ただ、当時は複数の子供が勢いよく回すことで制御不能な速度に達し、遠心力で振り落とされるケースが多発しました。また、回転する本体と地面、あるいは回転軸との隙間に足や手、衣服が巻き込まれる事故が多く、保護者や学校からも遊び方について注意を促されている記憶がありますね。そんなこともあり、多くの自治体では事故のリスクを避けるために次第に回転ジャングルジムは撤去されていきました。現在設置されているものは従来型とは構造が大きく異なり、回転しないよう固定されていたり、回転速度が上がらないようブレーキ機構が備わっていたり、衝撃を吸収する素材が使用されていたりするなど、厳しい安全基準をクリアした製品に変わっているそうです。今はもう当時のスリルを味わうことはできないのかもしれませんね。昭和時代のシーソーは木製や金属製の長い板の中央を支点にしたシンプルな構造でした。現代のようなスプリング式やゴムのクッションはほとんどなく、地面に直接板が叩きつけられる衝撃がダイレクトに伝わるものが主流でした。当時の子どもたちは単に上下に揺れるだけでなく、あえて危険な遊び方を編み出してスリルを楽しんでいましたね。これが多くの怪我の原因となっていました。相手が急に飛び降りたり、片方が一番高い位置にいるときに、地面にいる側がわざと手を離して逃げることで、勢いよく地面に叩きつけたりすることで、背骨や腰に強い衝撃を受けたりしてました。このような事故が多かったことから、安全基準の策定や遊具の老朽化に伴い、かつての板状シーソーは公園から徐々に姿を消していきました。学校の帰り道や遊びの途中、気がつくと誰かが塀の上に登り、ここ歩けるぞと言い出すと、次々と友達が後に続きます。ブロック塀の細い上を落ちないようにバランスを取りながら、まるで平均台のように歩いていました。歩けるところはどんなところでもよじ登り歩いていましたね。たまに知らない大人に危ないから降りなさいと怒られていました。公園や空き地に行けば今度は大きな木に登り始めます。枝から枝へとよじ登り、気がつけばかなり高いところまで登っていることもありました。春先には木の上にある鳥の巣を覗いたりしてましたね。上から見える景色は少し特別で、まるで自分たちが大人になった気分になりましたね。ただ今思い返すと、もし足を滑らせていたらと思うと少しゾッとするような遊びでもあります。それでも当時の子どもたちはそんなことを深く考えることもなく、高いところへ登るだけでちょっとした冒険のようなワクワクを感じていたのでしょう。今振り返ると、よくあんなところを平気で歩いたり登ったりしていたものだと、懐かしさと同時に少し怖さも感じる思い出です。当時の遊びは少し危ないことでも平気で挑戦する時代でした。中でも男の子たちの間で密かに人気だったのが火薬を使った遊びです。当時は今では信じられないことですが、クラッカーボールや爆竹といった火薬系のおもちゃが町の駄菓子屋で普通に売られていました。お小遣いを握りしめて駄菓子屋に行き、ラムネやくじ引きと一緒に
これらを買うのが楽しみの一つだった子供も多かったでしょう。クラッカーボールは小さな紙包みに火薬が入っていて、地面に強く投げつけるとパンと乾いた音を立てて弾けます。友達同士で道路や空き地に投げて音を鳴らしたり、驚かせ合ったりして遊ぶのが定番でした。一方の爆竹は火をつけて導火線から火薬に着火し、バンという大きな音を出すものです。何本もつなげて連続で鳴らしたり、缶の中に入れて爆発音を大きくしてみたりと、子供なりに遊び方を工夫していました。しかし今振り返ると、これらの遊びにはかなりの危険性がありました。火薬を扱うため、誤って手の近くで爆発すればやけどや怪我をする可能性がありました。当時も火薬が湿っていた爆竹が鳴らず、近寄って確認した途端爆発して手足にやけどした友達がいましたね。また音の大きさから近所の人からもうるさいと怒られたこともありましたね。決して安全な遊びとは言えませんでした。それでも当時の子どもたちは空き地や河原など広い場所で友達と集まり、どれだけ大きな音がするか、何本つなげると迫力が出るかなどを競い合いながら、少しスリルのある遊びを楽しんでいたのです。基地作りは放課後や休日の大きな楽しみの一つでした。空き地や林、川辺などを見つけては自分たちだけの秘密基地を作ることに夢中になっていましたね。しかし今振り返ると危険なことも多く、当時ならではの大胆な遊び方だったと言えます。工事現場や空き地から廃材などを集めてきて、その材料を工夫して組み立てたりして小さな基地を作っていました。この基地は俺たちだけの秘密だよと友達と話し、放課後は駄菓子屋により基地に集合してましたね。特に何をするわけでもなく、買ってきた駄菓子を食べながら話をしたり、暗い中でろうそくの明かりで漫画を読んだりしてました。最大の醍醐味は大人の管理が一切及ばない自分たちだけの統治領を持つことだったのかもしれません。ただこれも今思えば大変危険でした。廃材の錆びた釘が手や足に刺さったり、基地の中でのろうそくは材料に火がついてもおかしくない状況でした。多少の危険もありましたが、仲間と知恵を出し合って作った秘密基地は当時の子どもたちにとって特別な思い出の場所だったのです。次の日に空き地に行ってみると、なんと秘密基地がなくなっておりました。その時は非常に残念な気持ちになりましたが、今思えば他人の土地に勝手に作り、ゴミまで出していたので本当に迷惑だったと思っております。ごめんなさい。ただその当時はそんなことも考えず、次は河原に基地を作ろうぜとか話をしておりましたね。今振り返ると危なかったなと思う遊びも多くありましたが、そこには友達との冒険のような時間や忘れられない思い出がたくさん詰まっていました。転んだり叱られたりしながらも、毎日が発見とワクワクの連続だったあの頃。皆さんはどんな遊びをしていましたか？こんな遊びもあった、こんな危ないことをしていたなど、ぜひコメントで懐かしい思い出を教えてください。最後までご覧いただきありがとうございました。